ご理解第52節。信心する者は驚いてはならぬ。これからのち、どのような大きなことができてきても少しも驚くことはならぬぞ。真っ暗闇だから不安になる。信心の光が差すとき、安心がいただける。神の偉大な働きを実感するとき、そこに信心の喜びが湧いてくる。その喜びが不可能を可能にする。私ども生活させていただく中で、やはりびっくりするようなことが起こってきます。それはいわゆる想定外のことというのでしょうか。思いもかけぬことが起こってきたときに、やはりびっくりいたします。しかしそれがよくよく考えてみて、やはりそのことも神様のお働きの中のことだということに合点がいくと心が収まります。その神様のお働きだといただけれるまでが、信心の稽古というのでしょうかね。それには日々の生活の中で神様のお働きというものを実感し続ける。その神様のお働きだというその体験の積み重ねがものを言いますね。ここ2、3日あることから YouTube のビデオをダウンロードして手元に保存しておこうという作業をしています。それは何日か前に2日ほど前ですか、公開されたのですけれども、その後すぐにそれが非公開になりました。それでまた今は公開になっているようですけれども、これがまたいつ非公開になるかわからないので、今のうちにダウンロードしておこうというわけですね。それで時間をかけてダウンロードしましたけれども、2つあって、1つは映像だけでした。音が入ってなかったのです。で、もう一つの方は音も映像も撮れておりましたけれども、いかんせん映像の中に何かマークが入っているのですね。これはお金を払えばそのマークが外れるらしいのですけれども、無料で使う限り何か映像の中にマークが入っているということらしいのです。それでその2つの何と言いましょうか、マーク付き音付きというものと映像だけというものを合成して一つのものを作ることにしました。マーク付き音付きというのから音だけを分離して、その音を普通の映像だけというものとくっつけるわけですね。動画はその普通に見ると喋っている時に、口を動かしている時に音が出ている。あたかも同時に同じように録音されているように見えますけれども、実は音と映像とが別々に記録されているらしいのですね。そしてそれを同期させている、シンクロナイズさせているようですね。ですからその音と映像の取り方によっては、音の方が少し早口だったり、またはしてその最初のうちは口と音が合っているけれども、最後の方になると口と音とが合わなくなる
というようなことも起こるのですね。いわばうまく映像と音とがシンクロナイズしていなければならない。させなければならないわけです。そしてもう一つは、今朝驚きましたのは、実は血圧計が今まで1時間ほどずれていたのですね。それは夏時間から普通の時間に変わった時に、その血圧計の時間を変えていなかったからです。それが今朝測りましたら、その時間が見事に合っていたわけです。いわゆる時間が、時計が修正されていたわけですね。修正した覚えはないのに修正されていたのです。なぜだろうかと、何が起こったんだろうかと思いましたら、昨日実は Bluetooth を使って血圧計のデータをスマホにダウンロードしました。あの時にスマホの時計と血圧計の時計がシンクロナイズしたのだなと思わされました。気づかされたのですね。それで今朝、一体神様は何を教えてくださっているのだろうかと思いましたときに、このことだなと。いわゆる今日のテーマはシンクロナイズということだなと思わせていただきました。それは私どもの思い、願いと神様の願いがシンクロナイズしていかなければならないのだということなのですね。なるほど。私どもにかけられる神様の願い、それは親が子供にかける願いも、子供の2つ3つの時にかける願い、10歳になってかける願い、あるいは大人になってからその子供にかける願い、それはその時点その時点でやはり変わってまいりますね。その一つの願いをずっと持ち続ける、その願いを貫くということももちろん大切ですけれども、その時その時に応じて変わってくる願いというものもあります。私どもがその生きていく上で学ばせていただかねばならないもの、それは人間は本来わがままな存在だと思いますけれども、その自分のわがままさを外して神様のお心を心とする、神様のお心に沿う生き方にならせていただきたい。神様の願いが叶う、そのことのためのお役に立たせていただきたいというように心が育ってくることだと思うのですね。そして神様の心を心とする、神様の願いを願いとする、それが時々刻々というのでしょうか、日々というのでしょうか、神様とシンクロナイズしていなければならないというのですね。神様の今願われていることと、私どもが今願っていること、そのこととがちぐはぐになってはいないか。動画で言えば音と口元とが合っていない、そういうこともありますね。ですからその口元の動きと音とが見事に合っている、シンクロナイズされている、そういうことであってほしいわけですね。いわば私どもが神様のお心と果たしてシンクロナイズしているだろうか。
神様の願いとシンクロナイズした願いを持っているだろうかと、そのことに心を使っていかなければならないということなのですね。それは日々神様のお心を求め続けていなければならないということにもなりましょうね。ではどうすればその神様の願い、お心とシンクロナイズした生活が送れるのか。それはやっぱり師匠が教えてくださる成り行きを尊び大切にするという生き方に尽きるということになりますね。どうでも神様の願い、お心とシンクロナイズした私どもの心であり願いでありたいと願いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。